はい、それでは本日の講義に入らせていただきます。前回はですね、マルクスのことを中心にお話しいたしました。で、マルクスがですね、先輩の経済学者たちと比べて、素晴らしかった点はですね、資本制社会の歴史性を認識した点だと申し上げてきました。そして資本制社会の歴史性を認識するということは、一体どういうことであったのかと言いますと、まずですね、資本制社会には、始まりがあるということを認識することであります。そして、場合によってはですね、資本制社会にはもしかしたら終わりがあるかもしれないということを認識することであったわけです。で、資本制社会の始まりはですね、封建制社会の農民が、土地を失って、なくして、労働者になるということでした。労働者というのは、自分の労働力以外にですね、売るものを基本的に何も持っていない方たちです。資本制社会の始まりにある農民が土地を失う過程のことを本源的蓄積または原始的蓄積と、言うということでした。本源的だとかですね、原始的という言葉にはですね、物事の初めの段階、最初の段階という意味があるわけです。多くの農民が、土地を失う一方で、その土地、反対にその土地をかき集める人たちがいるわけです。ですから蓄積であるわけです。で、そして、資本制社会の終わりの可能性もですね、この労働者が増えることによって生み出されるということでした。自分の労働力以外に売るものを基本的に何も持たない存在である労働者。そして、失業に脅かされる存在である労働者。そういう不安定な立場の人たちがですね、社会を根底で支えている。それがですね、資本制社会の最大の不安定要因だというわけです。そしてこのことは、封建制社会の農民が不自由ではあったけれども、安定した身分であったのと比べると、資本制社会の特徴であるわけです。実際、今でも不況になると、多くの人が、職を失うわけですね。ただ、資本制社会の不安定性は、あくまでもですね、潜在的なものであるわけです。戦争であるとか、あるいは、大恐慌といったことが起こったときにですね、そういう潜在的な不安定性が、今言ったような潜在的な不安定性が現実のものになるわけです。では、資本制社会の始まりと、そして、終わりの可能性を認識するということが、どうしてですね、先輩の経済学者たちが成し得なかった
そんなに骨の折れることだったのでありましょうか。どうしてマルクス以前の経済学は資本制社会の始まりと、そして、終わりの可能性をはっきりと認識することができなかったのでありましょうか。資本制社会の歴史性を認識しないということは、言い方を変えるならば、資本制社会は人類の歴史とともに始まり、そして未来永劫にわたって続いていく、そう考えることであります。資本制社会は過去にも未来にも永遠だと考えることであります。マルクス以前の経済学はどうしてそのように考えたのでありましょうか。そこでこのことを簡単に説明しますと、それは、前回の講義でもお話ししました資本制社会の客観的性格ということと関わるということであったわけです。資本制社会は人間が意識的に作り出したものではない。資本制社会の下では、社会はあたかも天から与えられたもののように見える。それは言うならば空気のようなものであります。あるいは、大地、海といった自然環境と同じであります。確かに天文学的スケールで考えると空気にも始まりがあります。おそらく終わりもあるのでしょう。そして、大地や海にも始まりはありましたし、終わりがあるのかもしれません。がしかし、通常の人間の意識はもちろん、空気、大地、海の始まりと終わりを認識しません。通常の人間の意識には空気、大地、海は永遠の過去から永遠の未来に向かって永劫不変に存在するもののように見えるわけです。マルクス以前の経済学が社会に対して取った態度もこれと同じでありました。マルクス以前の経済学にとって社会とは、そして、その時の社会の形態であった資本制社会は永久不変に存在するものでありました。資本制社会の客観的性格が、マルクス以前の経済学が資本制社会の歴史性を認識することを妨げたのであります。つまり資本制社会が始まりと、そして終わりの可能性のある社会として認識することを妨げたのであります。はい。で、この講義はですね、農業経済学の講義なんですけれども、過去5回にわたってですね、農業経済学の前段の話としてですね、農業経済学に引き付けながらではありますけれども、より一般的な経済学一般の流れを勉強してきたわけであります。ここまでお話ししたのはですね、
アダム・スミスに始まって、その後、リカードが継承し、そしてマルクスに至って一応の完成を見た経済学の流れであります。そして、今言ったご三方、つまりアダム・スミス、リカード、そしてマルクスに共通していたのはですね、いずれも自らの経済学の基礎に、労働価値説を置いていたということであります。労働価値説に立脚した経済学は、アダム・スミスによって一応体系化されました。しかし、アダム・スミスにあっては、それは必ずしも一貫したものではありませんでした。この講義の中でも、公正価値論というですね、労働価値説とは異なる、価値理論が採用されていたということを紹介しました。こういったアダム・スミスの混乱をですね、アダム・スミスの後に登場したデビッド・リカード、でさらにはカール・マルクスが精緻化していって、労働価値説に立脚した経済学は、マルクスで一応の完成を見たのでありました。で、本日はですね、さらに、マルクスが資本論第一巻を完成させた後の時代をですね、ポストマルクスの時代というふうに捉えて、そのポストマルクスの時代の経済学を見ながらですね、どうして農業経済学が経済学一般の流れから離れて、経済学の中で独立した一分野として確立していったのかという問題を考えてみたいと思います。ポストマルクスというふうに言ってますが、皆さん分かっているかと思いますけれども、このポストというのは、ラテン語で後という意味ですね。ですから、ポストマルクスというのは、マルクスの後という意味です。ということで、本日から農業経済学の後段の話に入っていくわけであります。なお、この辺の話をですね、少し労働価値説を思い出すところから始めてみたいというふうに思います。労働価値説というのは、講義の中で何度も言っておりますように、商品の価値、または価格の基礎に、労働を見る学説であります。つまり、労働価値説によりますと、商品の価格、または価値というのは、その商品を作るのに、社会的に必要な労働量によって決定されています。そして、労働価値説というのは、単に商品の価値、または価格を決定する論理を示しているだけではなくて、より遡って、考えてみるならば、それは一つの社会の捉え方であるということでもあったわけです。つまり、
労働がいくつかの生産部門に適切に配分されていなくては社会が成り立たない。そういう経済原則が商品経済の下では商品の価格または価値を指標、インディケーターにしながら貫かれている。労働価値説というのは社会についての、そういうものの考え方でもあったわけです。はい、さて、労働価値説に立脚した経済学が19世紀後半にカール・マルクスによって基本的に完成されると、それ以降、経済学に大きく言って2つの流れが生まれてきます。一つは、労働価値説に基づかない経済学を打ち立てる流れであります。労働価値説は、資本主義の終わりの可能性、資本制社会の終わりの可能性などというですね、あまり穏やかではない結論に行き着いてしまいました。そこで、その頃になりますと、労働価値説とは全く別の基礎の上にですね、経済学を打ち立てようとする動きが出てきます。すなわち、1870年代なんですけれども、3人の経済学者、3人というのは、ここに書いてあります、メンガー、ワルラス、ジュポンズですけれども、この3人はですね、それぞれが独自にと言われていますが、商品の価値、価格の基礎に、労働価値説のように、労働投下量を見るのではなくして、消費者の消費や欲望を見る、そういう経済学の基礎を打ち立てます。そして、消費者の商品に対する主観的評価の大小がですね、商品の価値や価格を決定すると考えたのでありました。こういう価値や価格についてのものの考え方をですね、主観価値説というふうに言っております。この主観価値説に立脚した経済学はですね、その後、世間でいわゆる近代経済学と呼ばれているものの流れを形作って、今日の新古典派経済学につながっていくわけであります。その学問的信条は、資源配分における、市場の自動調整能力に対して、非常に高い信頼を寄せているということであります。マルクスの経済学は、社会全体が市場メカニズムで覆われている資本制経済のですね、前回から
今回にかけてお話ししておりますような、すみません、前々回から今回にかけてお話ししておりますような歴史性、あるいはその限界を認識したのに対してですね、主観価値説に立脚した経済学は、反対にですね、市場メカニズムに対する信頼を表明したわけであります。こういうふうにですね、主観価値説に基づく経済学は、その出発点も、そして結論もですね、労働価値説による経済学とは、非常に大きく異なっているわけであります。今言ったのが、ポストマルクスの経済学の一つの流れでありますね。で、さて、ポストマルクスのもう一つの流れはですね、主観価値説のように、マルクスをひっくり返したのではなくて、基本的にですね、労働価値説のマルクスの経済学を継承しながら、その延長上にあるものです。こういった、基本的にマルクスを継承している流れをですね、世間では通常、マルクス経済学と呼んでいます。マルクス経済学の中にはですね、もちろん、マルクス自身の経済学も含まれていますけれども、その他にマルクスの後で、マルクスの経済学を継承した経済学の流れも含まれています。しかし、マルクス経済学は、より正確に言いますと、マルクス後のマルクス経済学は、単純にマルクスを継承したわけではありません。もっと正しく言いますと、単純にマルクスを継承することができない状況が19世紀の終わり頃から20世紀の初めにかけて、現実の経済社会の中に生じてまいりました。マルクスが、資本論第一巻を完成させて、経済学の体系を確立した19世紀中頃とはですね、大きく異なる状況が今言った世紀の変わり目、つまり19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて新しくですね、現れてきたのであります。そして、こういった新しく現れてきた現実の解釈をめぐってですね、今度はマルクス経済学の内部にさまざまな流派が現れてきました。これが実態であります。つまり、マルクス後のマルクス経済学は、一つではありません。そして、そういうですね、19世紀の終わり頃から20世紀の初めにかけて現れてきた新しい状況の一つがですね、実は農業問題なのであります。ということで、この講義はですね、いよいよ農業問題の話に
入っていくわけであります。ただ、一つここで、確認しておきたいことはですね、今の私の話から、農業問題というのは、ポストマルクスの経済学の2つの流れで言うならば、まずはですね、マルクス経済学の中から出てきたということであります。そこで、これからはですね、本日これからは、ポストマルクスの経済学の2つの流れのうち、近代経済学ではなくて、マルクス経済学の話を中心に進めていくことになります。近代経済学の流れに関心がある方はですね、いい本がありますので、ここに紹介してありますから、自分で勉強してみてください。ここに書いてある杉本英一さんの近代経済学の解明という本ですね。この本、農工大府中の図書館にもあるようですし、岩波文庫で出ておりますので、簡単に入手することができます。さて、話を元に戻しまして、ではですね、農業問題が過去にどういう形で認識されたのかということを説明させていただきます。まず、この講義でですね、だいぶ前にお話ししたことなんですけれども、以前にリカードのですね、地代論を説明したときに、地代論ではですね、今から述べるような状況が想定されているんだというふうに述べました。それはどういうことであったのかというと、地代論の世界というのは、農業生産が資本性的に営まれている、そういう世界であったということです。農業生産が、資本性的に営まれているという状況は、どういう状況かというと、そこにはですね、農業に、3つの階級がいたわけです。何であったかというと、資本家、労働者、土地所有者です。そこではまず農業でもですね、工業の企業と同じように、資本家や経営者が資本を投下します。そして、資本家あるいは経営者は投下した資本で農業機械などを買い入れ、さらに労働者を雇い入れます。労働者が資本家の次にですね、出てくる農業の2つ目の階級です。ただ、土地はですね、資本家や経営者の所有物ではなくて、土地所有者がですね、独立した第3番目の階級として存在しているわけです。そして、
農業に資本を投下する起業家はですね、土地所有者から土地を、借り入れるわけです。さらにそうやって土地を借り入れた起業家は、その代償として土地所有者に対して地代を支払うわけであります。こういうようなですね、資本性的に営まれる農業のあり方というものはですね、資本賃労働関係による資本性的な工業と基本的に同じであるわけです。ただ、農業のですね、工業にはない特殊な事情は、生産手段として土地がですね、技術的にも経済的にも極めて重要な意味を持っているという点であります。しかし、この点を除けばですね、農業は工業と同じであるわけです。そしてこういうですね、資本性的な農業のあり方というのは、どうでしょうか。今日、我々がよく目にする家族経営による農業のあり方とは大きく、異なるものであるわけです。家族経営では、資本もですね、労働力も土地も、これは、農家である家族のものです。今はリカード・チダイ論の前提条件のお話として、皆さんに紹介したわけですけれども、同じような農業のイメージというのはですね、カール・マルクスのチダイ論でも共有されていました。つまり、カール・マルクスもですね、資本性的な農業というものを想定しながらですね、自らの地代論を展開したわけであります。それでは、マルクスやリカードはですね、現実には存在しない絵空事としてですね、今言ったような資本性的な農業を想定したのでありましょうか。つまり、農業は現実には多くの場合に家族経営なんだから、マルクスやリカードの資本性的農業という想定は、これはもう単なる空想なのでありましょうか。実はそうではなかったんですね。真実は、マルクスや、リカードが研究対象にしたですね、19世紀前半から中頃にかけてのイギリス農業の現実の姿がですね、先ほど述べたような資本賃労働関係による資本性的な農業の方向に向かって進んでいたのであります。つまり、この時期ですね、19世紀前半から中頃の時期のイギリス農業の現実の姿は、急速な農民層分解というものが進行して、家族経営的な農業、つまり、農家による農業が解体して、農業でも資本
賃労働関係が急速に生まれている。そういう状況であったわけです。でなおですね、今、急に出てきた、農民層分解という言葉はですね、すぐ後で説明することにします。はい、それで農民層分解について、説明しますけれども、この言葉はですね、農業経済学ではですね、非常に重要な言葉であります。で、これはですね、実は前回お話しした商品生産者の競争の話と似ていますから、その復習を兼ねた応用問題として、聞いていただきたいというふうに思います。この農民総分解ではですね、農民や農家が商品生産者として、お互いに市場、マーケットで競争している状態にある。こういうことがですね、そもそもの出発点であります。ですから、出発点はですね、資本性的な農業経営ではなくてですね、家族で農業をやっている農民農家だということを、ここで、強調しておきたいというふうに思います。ところで、生産者同士がですね、お互いに競争するということはですね、一体どういうことでしょうか。実際にはですね、生産者同士はさまざまな次元で、競争しております。商品の売り方などというところで、競争しているという場合もあるかもしれません。がしかし、生産者同士の競争の基本はですね、やはり生産物の価格であります。ただ前提条件があって、商品の質というものはですね、いずれも売り物になる立派なものを作っていて、甲乙つけがたいという前提条件があります。そういう状況の下では、結局はですね、より安い価格の商品を提供するものが勝ち残る。そういうことになるわけであります。そして、安い商品を提供することができるのは、生産力が高い生産者であります。したがって、より少ない資源を使って、あるいは同じことですけれども、より低い生産費で生産物を生産できる生産者が勝ち残るわけであります。そして、こういうふうにですね、より低い生産費で生産物を生産できる生産者というのは、より高い生産技術を持っている生産者ということです。
ですから、生産者同士は市場で、勝利者になるためにはですね、自分の生産技術を向上させようと努力しなくてはいけないわけです。で、今、言葉で言ったことを示しているのがですね、このスライドの図であります。で、なお、ここではですね、生産者は自分が所有している土地の上で生産していると想定しています。土地を借りているのではなくて、自分で所有している土地の上で生産しているというふうに想定しています。で、また、この図のですね、横軸で右に行くほどですね、右に進むほど生産者の技術が高くなっているというふうに想定しています。生産者をですね、左から順番に A、B、C としているわけですけれども、その A、B、C の生産者の技術が高くなるほどですね、つまり A から C に向かうほど、この縦軸に示してある生産費が低くなっています。この競争に参加している生産者たちはですね、皆さんこぞってこの図の中の右側の生産者、つまり、生産技術の高い生産者になろうと目指しているわけです。そして、この図の中に引いてあるですね、横線の点線ですね。この点線はですね、この生産物の価格を示しています。そうすると、どうでしょうか。この価格はですね、この生産技術の最も低い生産者であるですね、一番左側の A の生産費よりも低くなっています。ということは、A の生産者はですね、物をせっかく生産して、売ってもですね、この売って得た価格でもって、自分の生産費を賄うことができない、つまりペイすることができないわけです。つまり、ありていに言えば、A の生産者はですね、赤字なわけです。こういう赤字の状態が、続くとですね、どうでしょうか。A の生産者は経営を続けることができなくなって、最終的には潰れてしまうわけであります。で、反対にですね、この生産技術の最も高い生産者である、一番右側のですね、C の生産費はどうかというと、これはですね、その生産物の販売価格よりも生産費の方が低いわけですから、C はですね、C の方は、自分の生産物を売ることができればですね、通常の利潤を上回る利潤を自分の生産費と価格の差額分だけ受け取ることができるわけであります。こういうですね、通常の利潤を上回る利潤のことを
前回も言いましたけれども、超過利潤と呼んでいるわけです。超過利潤を得ている C の生産者はですね、この状態が続くとですね、超過利潤を蓄えることができるわけです。そして、その結果としてですね、資金力が豊かになるわけです。で、さらに、豊かになった資金を使って、今度は自分の事業の規模を、拡張することができるようになります。そして、生産技術の高い、C の生産者がですね、自分の事業規模を拡張すると、広げると、当然ですね、C の生産者が生産する生産物の量が増えていきます。そうすると、その結果としてですね、社会全体に供給されるですね、生産物の量も増えていくわけです。ここでですね、この生産物に対する社会全体の需要量がですね、それほど増えないとするならばですね、需要量に対して供給量が過剰になる状態、すなわち供給過剰状態になる恐れが出てきます。つまり、社会の中にはですね、売れ残る商品が出てくる、そういう恐れが生じてくるわけです。で、こういうことになるとですね、自分が作った商品が売れ残ってしまっては大変ですので、生産者の対応としてはですね、自分の商品の価格を下げて、つまり、他の生産者の価格よりも低い価格を設定して、なんとか自分の商品を売り切ろうとします。そして、そうやって価格を下げて商品を売り切るということができるのはですね、これは生産技術の高い生産者、つまり、今の例で言うと C のような生産者になるわけです。なぜかというと、C の生産者はですね、先ほど言ったこの超過利潤を我慢すればですね、価格を下げても損はしないからなんです。ところが反対に、生産技術の低い生産者、つまり、一番左側の A のような生産者はですね、以前の価格でもですね、すでに、赤字で苦しんでいたわけですから、自ら進んでですね、価格を下げる、売れ残ったからといって、自ら進んで価格を下げるような余裕は全くないわけであります。しかし、C の生産者が価格を下げるとですね、C 以外の生産者、つまり、A や B の生産者もですね、価格を下げざるを得ません。これなぜかというと、消費者はですね、価格の低い
C の商品の購入に殺到してしまうので、A や B の商品がですね、売れなくなってしまうからであります。そこで、A や B の生産者もですね、C の生産者に追随して、しぶしぶですね、C の生産者に合わせて自分の商品の販売価格を引き下げざるを得なくなるわけであります。で、この図のですね、この横に引いた実線はですね、生産技術の高い C の生産者が価格を下げて、さらに、その他の A や B の生産者もですね、C に追随して価格を下げた時の状態を示したものです。図の真ん中あたりに引いてある横線ですね。で、こういう状態のもとではですね、生産技術の低い A の生産者の赤字はですね、さらに大きくなってしまっています。つまり、A の生産者のですね、経営困難の度合いは、一層著しいものになっているわけです。で、また、以前はですね、赤字ではなかった B の生産者もですね、今度は赤字に転落してしまっています。価格を下げる前まではですね、割と順調に経営していた B の生産者がですね、今度は新たにですね、経営困難に直面しているわけであります。今言ったようなことの結果としてですね、C の生産者が商品の価格を下げるとですね、A のような潰れるべき生産者はより一層速やかに潰れ、他方では、B がですね、新たに、倒産の予備軍に入ってくるわけであります。したがって、潰れる生産者の数はですね、さらに、増えていくことになります。そして、社会の生産活動はですね、C のような、生産技術の高い一部の生産者に、集中していくことになります。で、C のようなですね、生産技術の高い生産者は、最初は、農家といいますか、その家族経営でですね、家族だけで農業をやっていたんですけれども、自分の事業を広げていく、規模を拡大していく途中でですね、家族だけでは追っつかなくなって、ついにはですね、人を雇い入れなければ、生産ができなくなるということになるわけです。で、反対にですね、この A や B といった、生産技術の劣る生産者はですね、自分で、経営をして生産することができなくなってしまって、
最終的にはですね、土地と経営を手放して、土地を手放して経営をすることが困難になって、人に雇われるという道を選ぶことになるわけであります。今述べたことがですね、生産者の競争を通じた、脳みそ分解の過程であります。で、なおですね、ここで一つですね、注意しなくてはいけないことがあります。それは何かというとですね、今問題にしているのは農産物なんだということですね。で、生産物が、農産物だとですね、工業製品とは異なるどういうですね、問題が生じてくるのでありましょうか。生産物が工業製品ではなくて農産物である場合にはですね、以前に、地代論のところでお話ししましたように、生産者の生産技術のほかにですね、土地が持つ豊かさの度合い、つまりphong度がですね、生産費に強く影響してくるわけです。ですから、運悪くですね、自分が耕している土地のphong度が低い生産者はですね、生産費を下げようと思って一生懸命にですね、自分の生産技術を高めてもですね、なかなか努力が報われない。運が悪い方はうまい具合にですね、結果がついてこない。その結果として、生産費が下がらないということになるわけです。反対にですね、運よく自分が耕している土地のphong度が高い生産者はですね、ちょっと言葉は、悪いですけれども、生産技術を高める努力は大した行わなくても、土地の豊かさに助けられてですね、最初から生産費が低いということにもなるわけであります。従いまして、生産者によってですね、土地の豊かさによる下駄を履かせてもらったりですね、あるいは、下駄を外されたりしているわけであります。つまり、農業ではですね、最初からですね、競争の中に生産者の技術以外の要素が入っているわけです。そして、そういう意味ではですね、生産技術をベースとした、公正な競争が行われにくいわけです。農業の場合には、先ほどのA、B、C の生産費の違いがですね、生産者間の技術の違いだけではなくて、土地のphong度の違いからも生じてくるというわけであります。さて、今説明したのはですね、生産者が
資本家経営者と労働者の2つの階級に分解していくメカニズムでありました。C の方が資本家になり、AB の方が労働者になる。そういうプロセスの説明であったわけです。そして、マルクスやリカードが想定したことはですね、農業でも今言ったようなですね、土地の優劣だとか、あるいはその技術による農民同士の競争が行われて、農業生産者である農民がですね、資本家経営者と労働者の2つの階級に分解していくということでありました。そして、こういう分解していくという想定の上に立ってですね、先ほど言いましたように、地代論がですね、資本家と労働者に加えて、土地所有者からなっている世界の上で展開されたのであります。ところが、19世紀の終わり頃から、20世紀の初めにかけて、現実に明らかになってきたことはですね、当時のすべての先進国で、こういうふうなですね、農民が分解して資本家と労働者に分かれていく。こういう歴史のビジョン、歴史の見通しがですね、現実によって、裏切られていったということであります。今私はその当時の先進国と言いましたけれども、ヨーロッパ、北アメリカ、そして日本といったところですね。そういった当時のですね、すべての先進国で、農民は資本家と労働者には分解していかない。分解しないで、依然としてですね、農家として家族経営を営み続ける。こういう傾向がですね、次第にはっきりとしてきたわけであります。ただ、もっともですね、それでも、マルクスの言ったことに忠実にですね、いや、農民は資本家と労働者に分解しているんだというふうに主張していた方々ももちろんいらっしゃいました。有名なところではですね、例えば、ドイツ人のカール・カウツキーという方がですね、19世紀末に出版した農業問題という本の中には、そういうことが書いてあるというふうに言われています。で、また、ところが変わってロシアですね。今はちょっと話題になってますけれども、そのロシア革命の指導者として有名なですね、ウラジミール・レーニンという方が、やはり19世紀末に出版した、ロシアにおける資本主義の発展という本の中でもですね、えーそういうことがですね、この場合は非常に強く主張されています。つまり、農民は分解しているんだということが、ロシアにおける資本主義の発展の中では非常に強く主張されています。しかし、こういうですね、農民が資本家と労働者に分解しているのだという歴史のビジョンはですね、先ほどから言っておりますように、
現実によってですね、否定されていくわけであります。でなおですね、今、本の名前が出た、農業問題と、それからそのロシアにおける資本主義の発展、この2冊の本は、いずれもですね、文庫本で日本語訳が出ています。岩波文庫からも出ています。はい、そこでですね、ここにですね、農業問題が生まれてくるわけです。つまりどういうことかというと、農業問題というのはですね、農業が、資本性的なものにならないことに伴う諸問題であります。つまり、農民が分解して農業が資本家と労働者によって営まれるようになる。こういうですね、マルクス的な歴史のビジョンが実現していない。それは一体どうしてなのか。同じことになりますけれども、農業がですね、いつまでも家族経営中心に営まれ続けるのは一体なぜなのか。そして、農業がですね、いつまでもですね、資本性的なものにならないで、家族経営中心に営まれ続けることによって、そこからですね、派生して一体どういうですね、深刻な問題が生じてくるのか。というのもですね、農業問題が認識されるようになってきた19世紀の終わり頃から20世紀初めの時期というのはですね、工業の世界ではですね、すでに大企業が支配していました。こういうですね、大企業に囲まれている状況というのはですね、農業にとってはですね、非常にですね、不利なものであったわけです。一例を挙げるならばですね、シェーレという社会現象があります。シェーレというのはですね、これはもともとドイツ語なんですけれども、このドイツ語で、ハサミのことを意味しています。ただドイツ語なんですけれども、日本語の辞書である広辞苑にも載っていて、それを引いてみると、ここに書いてあるように、書いてます。独占化した産業部門とですね、非独占部門との価格差がですね、ハサミを開いたような形で、全時拡大する現象。特に、工業製品価格と農産物価格との間で強く現れる。ハサミ上価格差。どうでしょうか、お分かりいただけましたでしょうか。つまり、工業製品、大企業の工業製品はですね、利潤を上乗せして、ある程度高くすることができるんだけれども、家族経営による農産物は安く買い叩かれてしまうということですね。で、その工業製品の価格とですね、農産物の価格の推移がですね、
ちょうどこういう見ていただきたいんですけど、私のハサミのように、ね、なっているということですね。ハサミの下の方が農産物価格で、上の方が工業製品価格。時間とともに工業製品価格は利潤を上乗せして高くしていくことができるんだけれども、農産物価格はですね、安く買い叩かれて、下がっていく。そういうことをですね、ハサミ状価格差という言葉でもって、表現しているわけです。そこでこういう不利な状況に置かれた農民の所得を確保するためにですね、どうやってですね、政策的に、農民に対応したらいいのかということも問題になるわけです。農民をですね、保護したらいいのか。それともですね、農業の足腰を強くするために、むしろですね、保護しないで、農民の分解をですね、政策的に推し進めた方がいいのか。で、こういうその農民に対する分解するか、それとも保護するかという問題を、その国民食料の確保ということと、どういうふうにですね、整合させながら進めていくのか。今言ったようなですね、一連の諸問題がですね、農業問題を形作っているわけであります。そして、農業問題を扱う学問としてですね、農業経済学が、経済学の中でですね、独立した一つの学科として生まれてきたわけであります。で、本日はですね、そのマルクス後の経済学を概観しながらですね、どうして農業経済学が経済学一般の流れから離れてですね、経済学の中で独立した一分野として確立していったのか、こういうことをですね、考えてみたわけであります。マルクス的な歴史ビジョンが妥当しないというところからですね、農業問題が生まれてきたということでありました。そしてその農業問題を扱う学科として、農業経済学がですね、経済学一般の流れから離れて成立してきたということでありました。でなおですね、シェーレという言葉が、シェーレという言葉を今日はですね、紹介しただけでしたので、次回以降にですね、もう少し詳しく説明させていただきたいというふうに思います。